はい、こちらでは AI コンピューティングブローカーについてご説明いたします。今、AI 開発競争が拡大しており、GPU 不足は深刻な問題となっております。価格は高騰し、調達にも非常に時間がかかっています。そうしますと、せっかく技術があっても優位性を失ってしまいますと。また、AI が消費する膨大な消費電力は、2030年には世界総電力需要の約 10% にも達するという見積もりもあります。一部の企業では原発を導入することも検討されており、消費電力は非常に重要な課題となっております。この2つの大きな問題を同時に解決するのが AI コンピューティングブローカーになります。この技術は AI が必要とする GPU の台数を半減し、コストと電力を圧縮します。これによってサステナブルな AI の実現に貢献していきます。では、デモで実際に技術をご説明したいと思います。まず上側は従来技術で LLM を動作させた時の様子になります。今回動作させている LLM は4枚の GPU を必要とする日本語特化の LLM です。右側にありますのが GPU の稼働率を示しています。ご覧のように GPU が4枚同期しながら動いていますが、 GPU が使われていない期間が目立つというふうになります。これは人間がこの質問文を打つ時間というのもありますけれども、近年の LLM はラグといいまして最新情報を検索する時間があります。この検索には CPU が使われますので、このように GPU が使われない時間があるということになります。一方で ACB はこの隙間の時間を検出し、そこの時間の GPU を使って別の AI を実行することができます。下側の例では先ほどの日本語特化 LM に加えまして汎用 LM を同時に動かしています。先ほどの隙間時間で汎用 LM を動かしていますので、このように GPU がずっと使われていると、ほぼ 100% に近い状態でずっと使われているというようなことが実現することができます。これによって同じ GPU の数で2つの AI サービスを提供できるようになっています。逆に言いますと、2つの AI サービスを半分の GPU 数で提供することができるという、そういった技術になります。はい、ここまでは10月のプレスリリースで出した技術なんですけれども、今日新しくこのマルチサーバーに対応した AI コンピューティングブローカーについてご説明いたします。この今のご覧いただいているデモはサーバーを2台使っていて、それぞれのサーバーでは4台ずつの GPU が稼働しています。右側にありますのが実際に今このサーバー2台のサーバーで稼働している LM サービスなのですが、一番右の汎用 LM、こちらはですね巨大なモデルですので2台のサーバーの8枚分の GPU を使って動いています。一方こちらの日本語特化 LM、コード生成 LM、これはそれぞれ4枚の GPU 足りますので、それぞれのサーバーで動いているということで、このようにサーバー間を渡ってもですね、隙間時間っていうのをしっかり検出して GPU の効率が上がるように自動的に動いてくれる。これによってサーバーのGPU の利用効率を上げるということができているということが分かると思います。この例ですと、本来であれば ACB がない場合はですね、日本語特化 LM に1台、コード生成 LM に1台、汎用 LM に2台必要、合計4台必要だったわけですけれども、ACB を使うことによって2台の GPU サーバーで実現できています。また今日はマルチサーバーに加えてもう一つ新しい技術についてご紹介いたします。今回 ACB は NVIDIA の NIM に対応しました。NIM は NVIDIA 社が提供する最新鋭の AI コンテナで、自動的に最適化された LLM を非常に簡単に実現することができます。右側にありますようにこのようなカタログとして提供されており、この中から選んでダウンロードして実行するだけでその環境に最適化された AI サービスというのが提供することができます。では実際に実行してみましょう。はい、このようにカタログの中から実行したい LM サービスを選びます。今回このサービスを選びます。ここをクリックしますと、右上の方に Get コンテナとあります。ここをクリックしますと、このコンテナのパスが表示されますので、
このパスからこのコンテナをダウンロードして実行するということになります。こちらがその実行画面ですけれども、先ほどのパスが一番最後に書いてあって、今回 ACB を適用しますので ACB を適用するためのコマンドをこのように追加します。この状態で実行まずしてみます。すると先ほどのパスから今まず、イメージがダウンロードされています。今ダウンロードが終わりました。で終わりましたので今その後自動的に今 ACB が適用されています。そして今 ACB が適用されたコンテナが出来上がりましたので、これを今 AI サービスとして実行しているところになります。今終わりました。このように非常に簡単に LLM サービスが実行できまして、先ほどダウンロードしたものが今このように UI として今表示しています。チャットサービスがこのように動いていまして、質問文を入力しますと回答が返ってきますということになります。今回この GPU48GB のメモリを搭載したものを使っていますが、この上のコンテナ一つで今45ギガ程度のメモリを使うということになります。ですので通常ですとこの LLM 以外の LLM をもう一つ動かすことは不可能なんですけれども、今回 ACB を適用していますので、このように2つ目の任務を実行します。すると上側の空き時間を使って下側が動きますので、同時に2つのコンテナが動いているという状態がご覧いただけると思います。はい、このように今回のこのデモに関しましては1枚の GPU を非常に効率よく2つの任務で共有しながら動いていると、そういったことが実現できているということになります。はい、ここで今回の技術のキーポイントについてご説明いたします。他社でもですね、今回のように GPU の利用効率を上げる技術というのは提案されていますが、ジョブ単位の割り当てになります。ジョブ単位、つまり AI のアプリケーションごとになりますと、必ず前処理、後処理が含んだ状態になりますので、どうしても GPU 利用効率に限界があります。それに対して我々の技術は、このジョブの中を解析し、本当に GPU が必要なところ、この GPU 計算単位での再流動な割り当てを実現しています。これによって非常に高い利用効率を実現したということになります。今回のこの GPU の利用効率化技術と、これまで使ってきました複数 GPU、複数サーバーを強調して動かす、HPC 技術、これらを融合することによって今回のマルチサーバー版の ACB というのは実現できております。ここで今回の AI コンピューティングブローカーを適用した効果について、我々の評価した結果についてご説明します。我々の技術によって性能は変わらずコストと電力を削減しています。まずコストについて言いますと、さまざまな AI を評価した結果、平均ですが 45% の GPU サーバー台数の削減ということができると。また電力につきましては平均 40% の削減というのが確認できています。最後に開発状況ですけれども、すでにシングル GPU 版は提供しており、こちらはいくつかの会社様にお使いいただいております。為替予測サービスの会社様でありますトレーダム様、こちらではモデルの作成の業務に使用していただいており、モデルトレーニングのスループットが2倍ということが実現できています。また DC 事業者でありますサクライントリーズ様、こちらにつきましては先ほどから述べているように物理上限、すなわち GPU のメモリを超えた数のジョブを大量に配置することができますので、 DC の事業モデルと非常に相性がいいということで今ビジネス化に向けて議論をさせていただいているところです。また10月にマルチ GPU 版、そして今回マルチサーバー版をご説明しました。これにつきましては1月から順次提供していくというふうに考えています。このようにかなり多くの環境に適用できる ACB、いろんなところに提供していき、サステナブルな AI の実現に貢献していきたいと思います。以上で説明を終わります。